芸大の展示で制作した作品なんですけど、遺跡のようなイメージがあって、こう、博物館とかで飾られているこう石板だったり、いろんなこう発掘されたものだったりがこう欠けたまんま展示されている状態っていうのが僕すごい面白いなと思っていて、そういったイメージで、角が切られて、実はあれはなくなっている状態のまま壁に立てかかってるっていう状況を作って作品を作りました。僕が今現在作ってるものなんで、実際に欠けてる部分があるわけじゃなくて、もともと欠けてる状態で作られてるんですけど、でもそういう風な状況を作ることで、ちょっとフィクションのような、そういった上での遺跡で発掘されたみたいなものをイメージしてできています。表面が青色のカッティングシートでできていて、作品自体一つなんですけど、実は4つのパネルで分かれていて、それごとにこう青の色面だったり、たまに入ってくる赤のドットだったりが少しずれて組み合わさってるんですけど、インターネットの画面だったりとか、インターネットがディスプレイのエラーで出る青の画面だったりとか、そういうのをイメージして、それがこうグリッチ、ノイズが走ってずれているような状態をイメージして作ってます。削られてる線がこうずれてたりとかするんですけど、実は。なんかそれは、そういうこうデジタルのイメージをまたその遺跡っていうものとこう掛け合わせて作っていて、現代のそういうフィクションで作られた遺跡みたいなイメージ、遺跡で発掘された石板みたいなイメージで、あれはできてます。僕は結構ドローイングっていうことをいろいろ考えたりとかなんかしてる上で、やっぱ一番最初にこう、戻っていくと、本当洞窟の壁画だったりとかになっていて、で、そこで描かれてるものと、現代でみんながこう、自然に使ってるデジタルで描かれた線だったりとか、多分物とか時代は違えど、多分同じようなものなんじゃないかなと思って、そういうものを作ってみようってなったって感じですね。組み立てと実際ちょっとずれたりしているところは別で書いていて、繋がってるところもあるんですけど、そういうところは一緒に、組み立てて書いたりしてます。でもなんか基本床に敷いて置いて書いてるので、できた瞬間とかはやっぱこう展示された時にわかるっていうか、でも組み立てて書いてます。まず僕がこう書くときはすごい量いっぱい下書きを書いたりとか構成を考えたりとか実はしていて、でその上で自分が見えなかったものとかが出てきたときにこれだってなるって感じで、なんかその過程でその何回も書くんですけど、めちゃくちゃ細かくこう静かに書くってよりはパパって書いた中にいい線があったりとか、なんかそういうものを一回下地に置いて、でさらにその上で僕は削っていく、過程の中でアドリブが生まれたりするんで、多分そういうところで実際のものじゃないものになったりとか、あと削っていくときって、あれすごい大きな画面ですけど、で、その中で自分が動くときに、全体を見ることって無理なんですよね、結構。一回削って引かなきゃいけないというか。なんで、こう、やっぱ削ってるときは、本当にこうちっちゃな虫になってるような状態なんで、周りが見えてないから、でその上で僕が予期してない線が生まれたりとかっていうことはありますね。最近またあれから違った、種類でこうパネルの作品を作ったりしているんですけど、それをこうもっとやってみたりとか、なんか僕はドローイングっていうのがやっぱ一個メインとして見てもらう作品としてあるんですけど、でもなんか、それは自分の中で、こう、出てきた一つに過ぎないと思ってて、もともと彫刻をやってみたりとか、映像やってみたりしてるんですけど、なんか、そういうこう違ったメディアで、今やってるようなものとつながるような表現をできたらなと思ってます。古典を2つの会場でやっていて、で、それの、1つの会場に砂の山があるんですけど、なんか僕はそれを一つの彫刻として作っていて、で、その山の一部を僕が持って次の
もう一個のギャラリーまで行くっていう作品を作っていて、その持っていく時にトートバッグに入れて砂を一部を持っていってるんですけど、それのトートバッグの下に穴を開けていて、僕が歩いていく間ずっと砂が出ているっていう作品をやってるんですけど、なんか多分一見すると本当僕がドローイングしてるっていうか、その動いた軌跡がドローイングになってるっていうのにも見えると思うんですけど、なんか僕がその上でもっとなんかこうやりたかったのは、なんかこうその彫刻作品として山がとしてできたものがその彫刻がずっと伸びてるっていうイメージでやりたくて、砂ってやっぱすごい分かりやすくちっちゃい粒々がこう固まって何かを形作ったり、地面を作ったりとかしてると思うんですけど、それの境界がこうどんどん伸びていくような感じだったり、僕がその線を描いた砂は今何日かは残っていて、道のアスファルトコンクリートの間に挟まったりとかしてちょっと残ってるんですけど、多分それは何日か何ヶ月か何年かしたらもう普通にどっかに飛んでいって、多分日本か世界かどっかにほんと散っていくと思うんですけど、その中に僕の彫刻だった砂があるっていうか、その普段生活している中にどっかにあるっていう想像ができたら面白いなと思っていて、そういう何でもないものの積み重ねでものができてたりとか、なんかそこの上で生活してたりするっていうのをちょっと僕はやりたくて、ああいう作品を作りました。2020年にコロナのその影響があって、こう一旦なんか僕自身をだったりとか普通の生活を見直した時に、なんか結構どこにでもある普遍的なものの方に目がいって、なんかそれの面白さってのに気づいたとこから、なんかこう土とか今回光のイメージ使ってたりとかっていうのは出てきて、多分いろんなものを見ていてだと思います。